はい、森林科学専攻の大手と申します。今日お話しすることは森林に関わることなんですけれども、私話しますけれども、何分相手が空間的にも大きな対象ですので、いろんな方が関わっています。うちの大学だけではなくて、他の大学の人とも協力しながら仕事をしていますので、名前を書かせていただいています。今日出させていただくデータに関わる方々はこのぐらいということです。それで、森林で生じていることを知る重要性というのは皆さんいろんなことを考えておられると思うんですけれども、さっき中西先生からもお話あったようにですね、面積が広いということがまず一番にあります。で、我々にとってはその水源であるということもあります。これはもう日本の特徴で、我々が使っている水、飲み水っていうのはほとんど漂流水っていうか地下水の割合が少なくて、山から流れてくる川の水が元になっていることがほとんどです。それでもう一つは自然に近い生態系であるということがあります。で、我々人間にとって放射性物質の影響っていうのはものすごく心配なわけですけれども、生き物人間だけじゃありませんから、生態系の中にいる生き物がどういうふうに影響を受けるのかということ自体も調べておく必要は、学者としてはそれが役目であると僕は思っています。それで、間接的にその生き物から人間に対する影響もあるのかもしれません。で、場所はここですけれども、我々が対象としている場所はここにあります。伊達市、福島県伊達市ですけれども、これを航空写真、Google の航空写真で見ていただくと、そんなものは当たり前ですけど、日本全体、緑になってしまう森林なわけです。日本っていうのは 70% は森林でして、福島県だともっと森林の比率が大きくなると思います。それで、そういうところで我々が森林のことを考えるんですけれども、一つに方法論としては、集水域で見るという考え方で、見ます。で、もう一つは物質循環というふうなことを考えます。で、これ専門用語で非常にぎこちない言葉ですけれども、ご説明します。それと、もう一つの柱としては生き物への、どういうふうに移っていくかということを森林の中で見ていこうというふうに思っています。で、実はこの仕事自体はもう、事故が発生して以来ずっとやってきたというよりはですね、僕自身がその計画を考えて人を集めて、始めたのが、今年になってからです。というのは、一番最初の年っていうのは、文科省と農水省でトップダウン的にお金を出して、いろんな人を集めて調査をしたわけですけれども、研究者の側から、データを取らなければならないっていうんで計画を立てて、ファンドを取って仕事を始めたのが今年度になってからのプロジェクトが多いんですけども、我々の仕事っていうのはそのうちの一つです。ですので、大体半年分ぐらいの仕事というふうに思っていただければいいと思います。で、集水域で見るっていうことはどういうことかというと、雨が降りますが、その雨が降ってそれが川になって出てきますが、その水系の全体を見るというそういう発想です。で、大抵の場合、海まで考えると一番上流に森林があって、途中に、農地があって、下流側に人がたくさん集まるところがあって、沿岸に行くというふうになるわけです。で、我々が対処しているところは、海までは行けませんけれども、中流の農地のあるところまでを考えたいと思っています。で、物質循環という考え方ですけれども、それ何かというとですね、これも森林と思っていただくといいんですけれども、これ一つ、生態系と思っていただく。で、そうすると、例えば、生態系の、木、植物とかは光合成をします。で、光合成をすると、二酸化炭素を、根っこから吸った水を使って糖分を作って生産するわけですけれども、でその時に二酸化炭素という物質が森林に取り込まれたり、水が、生き物に取り込まれたりというふうなことをします。で、そういう物質ですね、物質がどういうふうに流れていくか、炭素という物質とか水素という物質とか酸素という物質とかっていうのがどういうふうに生態系の中を流れるかというのをできるだけ定量的に調べるというのは物質循環を調べるという考え方です。で、実はこれだけではなくて、例えば落ち葉が落ちると炭素は地面に行きますが、その地面に落とされた炭素は二酸化炭素でまた大気に戻っていくというようなことが起こります。で、こういうふうに、蓄積と流れの
考え方で数字で表していくというのは物質循環論という考え方です。でこれを、普通は我々は自然に、何の問題もない森林の関して調べるときには炭素を調べたり窒素を調べたりするわけですけれども、これに乗せてセシウムの動きというのを見ていきたいというふうに思っているわけです。でもう一つ重要なことは、雨が降ります。で雨が降るとさっきの光合成は行われなくて、水とともに、いろんなものが洗い流されて、例えばその下の地下水に流れていったり、それがまた川に流れていったりするわけですから、雨が降って水が流れるということ自体も重要なファクターになります。で水とともにいろんな物質が移動します。で、計画を考えたときに、研究計画というのは仮説を立てるんですけれども、こういうふうに流れるだろうというふうなことを考えていました。で森林の一番上の樹幹の近くから、溜まっていたものは、落ち葉になって落ちて土壌に入って地下水に入って流れていくのもあるでしょう。それから表層近くに落ちて、表層を流れて、渓流に入って川に流れていくものもあるでしょう。で何筋かのルートが考えられるわけですけれども、それぞれに関して、水を採取して、その水の中にどれだけ含まれるかというのを調べるという、当たり前の方法ですけれども、正面突破的な方法でやっていこうというふうに考えています。でもう一つの柱としては、生き物にどういうふうに伝わっていくかというのも考えるということです。で生き物は自然の生態系の中では、これは水系の生態系ですけれども、例えば一番下に食べ物を作る藻類っていうのがいて、それをプランクトンが食べて、魚が食べて、大きな魚が食べるというふうに、食物網というのがあります。でこの食物網に乗っかってセシウムが動く可能性がある。でそれが今どれだけどこまで動いているかというのを調べるということも一つの重要な、知見であろうと思っています。でこれは一次生産者がこれで、これが消費者で、これが捕食者でっていうふうに言葉で言うんですけれども、それが1段2段3段と上がっていくわけですね。これが分かっていればいいんですけれども、これをまた数字で定量的に表す方法があります。でそれでその値から、1段栄養段階というんですけども、栄養段階が上がるごとにどれだけセシウムが濃縮されるかとかっていうことも数字で表していかなければならないということです。で数字で表す方法としては、この生き物が持っている有機物中の、窒素の性質を、分析することで、分かるという方法があります。でこういう方法を使ってやっていこうというふうに考えています。それで、実はこんなふうにピラミッド型に、生き物の関係というのは単純ではなくて、まず仮想的にというか仮説を立ててみたわけですけれども、セシウム蓄積は土壌の表面に近くにありますよ。でそれが土壌から植物が吸収して、植物を食べる昆虫が吸収して、それを哺乳類が食べたり鳥が食べたりっていうことで移っていく可能性があります。で水の中に行く方だと落ち葉が落ちます。で落ち葉や土壌粒子が川に流れていきます。でその、細かいものを使って微生物が食べたり、藻類が成長したり、水生昆虫が成長したり、でそれを魚類が食べたりっていうふうになります。でこういういろんなルートを使ってセシウムっていうのは動いていくんではないかというふうに想定しているわけです。でこれに関わる生き物を、あらゆる生き物をサンプリングしてみて、それで今どこまで行っているかというのを調べてみましょうというふうなことを考えました。で場所は先ほど言いましたここですけれども、対象としている集水域というのはこういう形をしています。でこの場所は今のどういう、放射線の放火量としてはどういう位置にあったかというと、こういうところにあります。でここが飯舘村で、ここが伊達市ですけれども、沈着量としては、100キロベクレルパー平方メートルというぐらいの値で、60キロ圏内の中には入っています。で、地形はこういう地形をしていまして、こっちが下流でこっちが上流です。こっちが山がちになっています。で、集水域というのは山で囲われたところで、ここに降った雨というのはこの川に流れていくでしょうというふうに想定されるところということです。でここからここまでの縦の行き渡りがだいたい10キロぐらいのスケールです。で、景観としてはこういうふうにすごいきれいな農村
の景観が見られるんですけども、川があって上流に行くと森林があります。で、どういう調査をするかというと、川で水を取ったり、途中の水田で水を取ったり、これは、水田の水位のモニタリングをしている、計測機器です。で、雨量をモニタリングして雨を集めたりもします。それで渓流では、こういう渓流のところに、こういう水路を置いて流量を測定するというようなことをします。それで、サンプリングをしてここでの濃度を測ったりということをします。で、実はこういう仕事っていうのは去年のそのトップダウンで行われた仕事の中でも、森林で行われている部分があります。で、これは全国の大学の先生たちが集まってやった仕事のうちの一つですけども、我々の仕事の近くでやられているもので、速報値として去年発表されたものですが、土壌中にはものすごくたくさんの、鉱化物としてセシウムが、蓄積されています。で、これ縦軸細かくて申し訳ないんですけど、1センチないぐらいの薄い部分でリターっていう落ち葉の層だけのところにたくさん溜まっているということがはっきり分かりました。で、樹木の中ではどの辺が空間線量が高いかというような測定もされていて、樹幹ですね、葉っぱにたくさん付着していて、それが、時間を追うごとに下に落ちていって落ち葉の層にたまるというようなことが起こっているということが明らかになりました。で、それともう一つ言えることっていうのは、実はまだ土壌そのものですね、落ち葉の層にたまっている量が多くて、鉱物質の土壌そのものに移動している量っていうのがそれほど多くないということも分かってきます。それは去年までの例です。で、川の方では何が分かってきたかというと、流域の土壌でセシウムの濃度が高いところでは河川水中の濃度も高いということが相対的にあるということが分かってきます。で、我々がどうするかということですけれども、もう少し仕組みをですね明らかにしたいというので、ある森林をターゲットにして、その流出の仕組みを明らかにしようというふうに計画を立てています。で、それに加えて生き物への移行のメカニズムを明らかにしたいということを考えています。で、これから速報として、いくつかデータをお見せするんですけれども、一つ分かってきたのは、この川で取っているサンプリングした水の中での、セシウムが流れています。ただ、どういう形態で流れるのが一番多いかというのを調べていくうちに分かったのは、ここに書いてますけど、懸濁物質と書いてます。懸濁物質は何かというと、ぷかぷか浮いているものですね。浮いているものには、川の水の中で浮いているものにはいろいろな種類があるんですけども、土粒子であったり、有機物ですね、植物の、かけらであったり、藻類の体のかけらであったりということですけれども、そういうものがぷかぷか浮いています。で、そういうものの中に、セシウムが含まれることが、多くの割合がそこに含まれているということが、やってみて分かったんですけれども、それの濃度を測ります。で、その速報値をこれからお見せします。で、もう一つは生き物のいろんな生き物の、濃度というのをお見せします。で、その濃度も、かなりばらつきは大きいですけれども、ある特徴ですね、どういう生き物にどういうふうに伝わっていくかっていうのが少し分かりました。で、懸濁物質っていうのはどういうふうにして採取するかというと、取ってきた水をこういうろ過器ですけれども、この上にフィルターを置いて、ロートを置いて水をろ過してこういうふうに集まるっていうようなやり方で、グラスファイバー、ガラス繊維のフィルターの上に、トラップします。で、そのトラップしたものの中にセシウムがどれだけあるかというのを測定します。それで落ちた水の中、落ちた水っていうのは懸濁物質が取り除かれてしまっているので、全て何がしかは溶けているんですけど、溶けたものばかりになります。で、溶けたものの中にはいろんなイオンだとか、有機物も入ってるんですけども、その中のセシウム濃度っていうのは極めて低いということが分かりました。で、それは手間をかけると分析できるので、これから順次分析していきたいと思うんですけれども、相対的な量としては懸濁物質に含まれる量が、多いということが分かりました。それでそれのデータをお見せします。で、河川水はどういうふうにサンプリングするかというと、この辺に、こっちが上流でこっちが下流です。さっきの集水域
の、写真ですけれども、こういうふうに、上流に森林域があって、森林域から出るところ、それからこっちの森林域から出てきたものと合流するところ、それから中流を流れているところであるところ、それから下流の、こちら側の川が合流するところというふうにして、何かが変わるところでサンプリングをしていきます。それでこれがそのデータですけれども、転落物質のセシウム濃度の変動です。で、データの見方は、横軸のこちら側が上流森林に近いところで、こちら側が農地の広がっている下流域ということになります。で、サンプリングが、6月の、中旬に行われているんですけれども、この時は台風の雨が降っているところです。で、まずこれを見ていただく前に、こちら側を見ていただいた方がいいんですけれども、いわゆる晴れてる日の普通の状態の時の川の水の中の転落物質のセシウム濃度はこういうふうになってて、極めて低い値です。で、これが、1ベクレルパーリットルよりも少ない値です。で、濃度は低いと思っていただいていいんですけれども、こういう状態から雨が降るとこういう状態に移るというわけです。で、10倍、数十倍になっているわけですけれども、例えばここだと16ベクレルパーリットルぐらいの値になります。で、これが、雨が終わって1日後、1週間後、5週間後というふうにしてこう減っていくというようなのが見えます。で、こういう状態のものがずっと年中続いていれば、雨が多いところですから、こういうふうな状態になることっていうのがこうしばしば起こるわけです。で、当然ですけれども、夏場に日本は雨が多いですから、こういうことが起こるタイミングっていうのは何回もあるわけです。で、だとするとですね、こういう時に流れ出ていく量というのがどれだけになるかっていうのを求めなければなりません。で、実際的な問題を言いますと、こういうサンプリングっていうのは、雨の日、ざわざわ雨が降っている時に、行ってサンプリングするのはなかなか大変なので、天気の良い日に行くことが多いわけですけれども、それだと、取り逃しているデータというのが出てきてしまうということがあります。で、そこのところを、今回のプロジェクトの中で抑えていきたいというふうに思っています。で、ここで高くなっている部分っていうのは、当然といいますか、上流側から来るものが濃度が高くなるわけですけれども、ほとんどは森林由来の、転落物質がここに含まれて濃度を高めているということが分かりました。それで、次はそれをまとめて書いてあるのはこういうことです。森林から流出してくる転落物質の有機物にくっついて流れてくる割合が多いということが分かりました。で、大雨が降ると森林から流出してくるその量は増えます。で、大雨が降ると濃度も上昇するので、余計増えるんですね。流出量というものが。で、増水した時の流出量を正確に知らなければならないと思います。で、これはどうしてこういうことが起こるかというと、やはりその森林の、上流域の源頭にある、川の周りにある、雨が降った時だけ水が満たされてしまうような領域にある、落ち葉とか、細かい有機物というのが洗い流されやすいということです。で、それが、定常的に、供給されているような森林だと雨が降るたびにこういうことは生じる可能性があります。でもこのことっていうのは、それは大変だと思われるかもしれないんですけれども、あまねく一般的な森林でこういうことが起こっています。で、有機物は大雨が降るときに流出が大きくなるっていうのはもう当たり前なんですけれども、それに乗っかってセシウムの濃度が上がっているというようなことが分かってきました。それで生き物の方です。で、生き物は、先ほど申しましたように、光合成をして、生産しているものがいて、その上に小さな生き物がそれを食べている。それから、水系だと魚が食べて、その魚を肉食の魚が食べるというふうな構造があります。で、データをお見せするとこういうことになります。で、いろんな生き物あるいは植物も取られています。で、キノコも取られています。で、どう見ていただくと分かりやすいかというと、こちらが水域です。こちらが陸上に、いる生き物と思ってください。で、ここに落ち葉というのがありますけれども、森林
上流の森林部分で取った落ち葉の値というのは極めて高いです。で、これは、7万ベクレルパーキログラムですけど、これぐらいはあるだろうという感じです。それは去年の調査でも別の場所ですけれども、土壌表面というのは高いというのは分かっていますから、それが見えているのはこういうことだと思います。それで、もう一度栄養段階のことに戻りたいんですけれども、栄養段階を調べるのにある指標を使います。窒素の、質というのを調べていますと言いましたけれども、それを調べてやると、窒素の、同位体比といいますが、その質が変わっていきます。ここが、一時的な生産者ですけれども、であったり落ち葉であったりします。で、水の中でそれを食べるものであります。で、その虫たちを食べるものというのがいます。で、こういうふうに窒素のある質が変わっていくということが分かっていて、これを指標にすると、どの生き物が、何を食って何に食われるかというのが、明らかに定量的に示すことができます。で、それを参考にした上でこれを見てみます。で、ここで、この辺りが、動物の食べ物ですね。生き物のうち動物的なものが食べるものがこの辺り。それを食べてここに行くというふうに考えてください。で、こちらは水域の方ですけれども、ここにあるものは落ち葉であったり、落ち葉から溶け出た養分を使って成長する藻類であったりします。それを、例えば、吸い込んでる水の中のミミズであるとか、オタマジャクシであるとか、モンカゲロウっていう水生昆虫ですね。それがこういうふうになります。で、比較的高い値が出てきます。で、これが1万ベクレルですから、数千ベクレルという値のものになります。で、それを食べたカエルであるとかが、これが消費者ですね。捕食者と言いますけれども、そこまでそれが、伝わっていることは分かります。で、こちらの方というのは、一番最初の、食べ物が、生き物じゃない、生きた植物じゃないという意味で、不食連鎖系と言います。で、不食連鎖系の方には、消費者の方までセシウムは伝わっていっているということが分かります。で、片方で陸上の方はどうかというと、これが落ち葉が高いんですけれども、植物はシダが高いんですけれども、これはちょっと分かりません。ハテナです。ですが、クズとか、タムシバっていう木ですけれども、そういう、いわゆる高等植物という木とかに関してはそれほど高くありません。で、それを食べるバッタや、蝶とかガとかですけれども、それはほとんど出てきません。ということは、最初が、生の葉っぱを食べているものに関してはまだ伝わっていないということは、こっちは生殖系ですね。生殖の連鎖系ということになります。で、ところが、陸上で生きているトカゲやアオダイショウって書いてヘビですけれども、これ極めて高い値が出てきました。これはどういうふうに解釈すればいいかというと、例えば落ち葉は高いです。で、落ち葉を食べたミミズ、土壌中のミミズがトカゲやヘビに食べられるとこういうふうになるかもしれないということは想像されるわけです。なので、例えば土壌中のミミズとかまだ抜けているところがあるので、これを、拾っていって、食物網の中でどこまで、それが進んでいるかということを今の時点で調べていくというのが今後の課題ということになります。それで、これに戻るんですけれども、今のところこちらの方は割とすでに伝わっていって、セシウムの移行っていうのが、水系の方では早く進んでしまっているということが分かりました。で、もう一つは陸上の方では森林の中でも、土壌に入ったものを養分として植物が吸収して、その植物の葉っぱを虫が食べてというふうなルートに行く流れの方はまだ伝わっていないということが分かってきました。で、当面の課題としては我々考えなければならないのは、流れ出ていく有機物というものがキャリアとして非常に重要であるということは分かってきました。で、それの有機物とセシウムの吸着の仕方とどういうふうにそれがどこで起こるかということですね、仕組みを調べなければならないと思っています。で、今は落ち葉にたくさん積もっていると言いましたけれども、落ち葉から鉱物
の土壌の方に移っていく、どれだけの速さで移っていくんだろうっていうのが実際、これまでいろんな調べられているデータがあるんですけども、日本の森林土壌でそういうことが同じように考えられるのかどうかっていうのを確かめていかなければならない。であと植物の体の中でどう動くかということも重要です。で、生物の移行経路に関しては引き続き、取られていないものの情報を取っていくということを考えています。で、最後に、もう一つだけ付け加えさせていただきたいのは、研究者の、我々の研究グループの中にフィンランドの森林の研究者がいます。で、共同研究をしようということを考えています。で、それはなぜかというと、フィンランドの森林っていうのは実は、チェルノブイリ後に、チェルノブイリの時にものすごくこう、影響を受けた場所である。ここがフィンランドですけれども、これスウェーデン、ノルウェーですけれども、同じようにその、硬化物の影響を受けた場所であります。で、このデータは、チェルノブイリ後14年後の調査データです。14年後でも、フィンランドの森林地帯で、表層の有機物に、5000から1万ベクレルパーキログラムの値での、蓄積はまだあるということが、出ています。で、言ってみれば彼らある意味そのチェルノブイリ後の調査を一段落させているわけですけれども、その後の継続調査っていうのをやらなければならないと思っている学者っていうのはたくさんいて、それとの比較をして、こういう気候条件のところ、日本の気候条件のところで森林の中でのセシウムの、あり方と流れ方というものを比較して、将来の予測に役立たせていきたいというふうに考えています。協力していただいているのは、ここに書かせていただいた方々と、一番最初に書かなかった研究グループのメンバーとしてはこういう方々がいます。森林の専門の方だけじゃなくて、有機科学の方とか、それから衛生工学の方とか、いろんな分野の方に手伝っていただいて、この仕事を進めています。以上です。ありがとうございました。